こんにちは。アバウトホームのゆうへいです。今回は我が家で使っている家電を紹介していきます。概要欄の方にリンクを貼っておくので、興味があるものがあればそちらよりご覧ください。バルミューダの空気清浄機。シンプルなデザインがお気に入りです。こちらは旧モデル。現行品もかっこいいです。デメリットはこちらの電源かなり大きいです。これさえなければデザインも機能も言うことなし。メンテナンスはすごく簡単です。サイドは凹凸のないデザインなので掃除機がかけやすいです。中にはフィルターがあります。フィルターが汚れてくるとランプがつきます。そのタイミングでフィルターの掃除をします。ブラシ付きの掃除機があるとすごく便利です。いや、むしろないと困ると思います。フィルターの交換は1年が目安です。それだけで長く使える優秀な家電。壊れにくいのも空気清浄機の良いところです。こちらは角の空気清浄機です。空気清浄機は2台使っています。角の空気清浄機はスタイリッシュ。ライトは消すことができます。こちらの空気清浄機はスマート家電。アプリを通じてスマホでコントロールができます。バルミューダのものと比べると少し大きめの吸気口になっています。360度吸気の空気清浄機はどれもフィルターは似ています。アプリでフィルター寿命がわかるのがすごいところ。またアプリ内からフィルターの販売サイトにも直接飛べるので、スマート家電ならではの便利さを感じます。バルミューダのものと比べると少し面倒なのが本体の溝の掃除です。凹凸があるのでホコリが溜まりやすい構造になっています。とはいえ数分程度の掃除、簡単なものです。こちらの最大適用面積は26畳です。バルミューダは36畳。サイズ比較です。左側にあるのがエレクトロラックスのもの。真ん中がバルミューダ、右が角になります。個人的には機能を満たした上でよりコンパクトなものの方が使いやすいと思います。東芝のオーブンレンジ、新築の時に購入したものでもう7年近く使っています。特徴は何といっても多機能なところ。ただこの機能のほとんどを使っていません。こちらは以前使っていたバルミューダのザ・レンジ。モニター当選して1年ほど使っていました。とても気に入っていたのですが手放しました。デザインは申し分なし。機能も超シンプル。チンした後に流れるギターの音もレンジっぽくなくて良かったです。我が家にとっての唯一の懸念点が大きくはないサイズ。お菓子を焼くときには大きなサイズのものの方が使いやすくて、それだけがどうしてもネックでした。次買うときは機能はできるだけシンプルで、サイズもそこそこのものを検討したいと思っています。甘棚のウォーターサーバー。こちらは冷水の蛇口です。こちらはお湯の蛇口。小さな子供が触っても危なくないようにワンアクション必要になっています。今は水が切れているので出ません。取り付け位置は上部にあります。水がなくなったので交換していきます。ついでに簡単な掃除もしていきます。口に入れても大丈夫な除菌スプレーでフレリアというものを使っています。
水を取り付ける際にはシールを剥がしてからにしましょう。水の重さは約12キロ。結構重たいです。女性の場合は取り付けが大変だと思います。タンクが上部にあることが唯一の懸念点かもしれません。設置完了。インテリア目線ですが、木製の足がかなりかっこいいです。これはちょっとブランドがわからないんですけど、急速充電器になります。Qi に対応したものの充電が行えます。iPhone はもちろん、Qi 対応のワイヤレスイヤホンの充電がとても便利で楽です。緑のランプが充電中のサイン。1台あると便利だと思います。甘棚のトースター。ご存知の方もいるかと思いますが、甘棚といったら木製の取っ手が有名です。最近のものは革製に変わっています。デザインに惹かれて独身時代に買ったものです。もう8年くらい使っているので、買い替え時が一刻と近づいている気がします。終わってももう音が鳴りません。パンだと上下に1枚ずつ焼けます。家族が増えてもう少し大きなものを検討したいです。ただ本格的に壊れるまでは使っていく予定です。こちらは和顔製というメーカーのフライヤー。ごくごく普通のフライヤーです。こちらはパナソニックのホームベーカリー。こちらもごく普通のホームベーカリーです。続いてオーディオ。先に言っておくと、音の好みは人それぞれです。良し悪しはあると思います。ぜひ参考程度に聞いていただけると嬉しいです。マランツのネットワークプレイヤー。USB やネットワーク経由で音を受信できる機械です。どういう経由をするかでも音は変わります。劣化するっていうのが正しいかな。Bluetooth の受信機。本体のみで完結しないのが最近のものと比べるとマイナスポイントかなと思います。音質を変えてくれるアイテムで、名前の通り音をシャキッとさせてくれます。かなり古いものです。こちらもマランツのものでプリメインアンプです。昔ながらの重量のあるプリメインアンプで音を増幅させてコントロールすることができる機械です。右のつまみは音量の調節。左のつまみはどの機器の音を鳴らすのか選択できるつまみになっています。高音や中重音のコントロールができます。自分好みの音作りは楽しいです。こちらはパイオニアの CD プレイヤー。SACD といっても分かる人は少ないかもしれませんが、CD の音をより高音質で聴けるという機械です。CD 以外にも USB を使って再生することができます。iPhone なんかも大丈夫です。とはいえ、もうほとんど CD を買わない時代。あまり使っていません。どんなにオーディオ機器があってもスピーカーがないと音は出ません。こちらはスピーカーケーブル用のコンセント。パナソニックのものです。
オーディオとは離れた位置にあるスピーカー。スピーカーコンセントを使って道中のケーブル問題を解消しています。できるだけ見えないようにしたい。スピーカーは JBL のものです。原音を忠実に再生するという歌い文句に惹かれて購入したもの。オーディオの世界は本当に奥が深い。ほどほどにしないとお金がかかります。最近のスピーカーは安くていいものがあります。その中でもおすすめしたいのが BOSE のサウンドリンクミニ。こんなに小さなサイズでも BOSE らしい重低音を感じることができます。シンプルな機能が使いやすくて価格も手頃。アウトドアでも使えます。スマホで音を流すというのとはやはり全然違います。我が家で一番音が反響する場所。背面や底面を変えると音が変わります。あと最近はこれを使っています。アレクサ、エド・シーランの曲をかけて。Amazon のエコーショー。スマホ操作すらも必要ない。Amazon プライム会員であれば活用しない手はないと思います。エコーショーは音を鳴らすっていう目線ではかなり音がいいです。低音もしっかり聞いています。十分満足できると思います。ただ映画を見るとか YouTube を見るときには少しこもって聞こえにくいと思います。スマートスピーカーとして、オーディオとして、プライムビデオや YouTube を見るビデオプレイヤーとして低価格でここまでできる凄さ。コーヒーメーカーはデロンギのものです。多機能なコーヒーメーカー。10人分のコーヒーやエスプレッソやミルクウォーマー、機能は抜群です。ただ使う頻度はどんどん少なくなりました。それは友人それぞれが書体を持って大人数で集まる機会が減ったこと、コーヒーを1人分入れるには大きすぎることがあります。暮らしが変わると必要な機能も変わる、自然なことだと思います。アレクサ、すべてのライトをつけて。照明が多いとつけたり消したりするのが面倒です。エコーショーに向かって話しています。アレクサ、すべてのライトを消して。本当に便利。こちらはフィリップスのスマートライトです。アレクサ、すべてのライトを消して。ブリッジが必要なんですけど、Siri でもコントロールができます。アレクサ、すべてのライトをつけて。こちらはスマートプラグ。スマートプラグは Wi-Fi に対応していない電球を操作できるようにするもので、手動でオンオフも可能です。無線を有効にするには常にオンを保つためにこういうスイッチのものじゃないと使えない場合があります。プロジェクターはエプソンのものを使っています。取り付け金具は互換性のあるもの。今後変えることも考えるとこういう方がいいかなと思います。プロジェクター本体でできることは映像の位置の操作とピントの調整。こちらはワイヤレスの送信機になります。本体に電波で映像の信号を送ります。するとどうなるのか。この距離のケーブルが不要になります。これが良くてこの機種を選びました。OS の電動スクリーンです。4倍速です。本来はもっと遅いです。使わない時でもスッキリ見せるっていうところが大切ですよね。映画やテレビを見る時のスピーカーとして使っているのがヤマハのもの。
たくさんの小さなスピーカーが入っています。前方にいても壁の反響音を使って後ろや横からの音を感じれるというもの。ただ部屋を選びます。我が家の場合はちょっと不向きでした。ケーブルでつなげている機器を選んで音を出すことができます。オーディオとビデオのレシーバーはデノンのものを使っています。AV レシーバーでは映像と音の信号を選んで出力することができます。少し複雑ですよね。ブルーレイで見るときやエアープレイで見るときなど、どの画面でどのスピーカーを使うっていう振り分けが可能です。この機器の特徴としては、音がいいと売り出されたことや、メイン、サブ1、サブ2とそれぞれの電源があって、設定した組み合わせの切り替えが簡単なところです。冷蔵庫は東芝のベジータ。キッチンの雰囲気から白いものにすると決めていました。タッチパネルにも惹かれました。角張ったデザインも好きです。機能面では野菜室が高い位置にあるのが使いやすいです。もし壊れてもまた同じベジータを選ぶと思います。炊飯器はこちらに入れています。タイガーのものです。羽釜で炊くご飯がすごく美味しいです。子供に割られて2代目の羽釜です。こちらはアイロボットのブラーバ。拭き掃除専門のロボット掃除機です。汚れやすいダイニング用に購入しました。家具の多い我が家のリビングにはちょっと不向きなので、そちらでは使っていません。便利なんですけど、最近はほとんど使っていなくて、ぜひ一連の流れを見てください。空拭きと濡れ拭きができて、こちらを取り付けて掃除をしていきます。スタート。サンプルの動画としてなので今回は濡らしていません。あっちへこっちへと勝手に掃除していってくれます。どうして使っていないのか。それは時間がかかるから。椅子をずらしたりブラーバのセッティングをしたり、後片付けの時間も考えると、自分で拭いた方が丁寧に拭けて早いんじゃないかと思い使うことをやめました。宝の持ち腐れです。もちろん家庭の状況や使い方次第ではすごく便利なロボットだと思います。普段の掃除の様子、こうやって拭いています。僕はせっかちなのでパパッと掃除も終わらせたい。こんな感じで 2,3 分くらいで終わらせてしまいます。自分で拭くときは椅子をただずらすだけでも拭けるので、やっぱりこっちの方が早いかなと思います。今回はこれにて動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。長い動画お疲れ様でした。もし動画が良かったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また SNS でシェアしていただけるとすごく嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。